皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。鈴木アンオフィシャル動画レポートを今回も始めさせていただきたいと思います。全世界70億人の鈴木ファン、そしてジムニーファンの皆様、大変お待たせしました。とうとうジムニーが、約20年のね時をもって、型式も新たに JB64 となりまして、2018年7月、4代目とフルモデルチェンジしました。今回のね市場の車は、グレードが XC、 そしてもちろん4駆の 4AT の車になります。で市場レポートのね前に、このジムニー、新型ジムニーがですねちょっと、できてくるまでの経緯といいますか、いかにしてこの奇跡の車ができたっていうところをぜひ皆様に知っていただきたくて、ちょっとそのお話をねさせていただきたいと思います。まず燃費基準の話になるんですけれども、2020年度にですねこの日本でカフェ方式 CAFE 方式という新しい方式の燃費基準が始まります。でこれをですね簡単に言いますと、実際にですね販売した車全体で平均燃費を出しまして、それにですね規制をかけるというシステムになります。つまり燃費の悪い車が多く販売されればされるほど、その分だけ達成が難しくなると、そういう方式になるんですが、ご存知の通りですね、ジムニーは燃費が悪いです。で後からお話しするんですけども、カクカクでいかにも燃費の悪そうな形で、そして燃費向上技術もついてないですね。ただこのカフェ方式にのっとって燃費が悪い車が売れると困るっていうことは、もしかしたらジムニーが流線形の丸っこい、そしてアイドリングストップとかハイブリッド、燃費技術てんこ盛りの今とは違うジムニーになってしまってた可能性ももちろんあるわけですよ。じゃあどうして今のこの形、そしてこの中身の、燃費の悪いジムニーが出せたかと言いますと、スズキがですね他のラインナップの車がとても燃費がいいから、つまりこの燃費の悪いジムニーを出せるマージンができたわけなんですよ。つまりジムニーを、最初スズキが作りました。スズキでしか作れなかった車だと思います。そしてその伝統を継承して出せたというのは、この周りのスズキの車があったからこそ初めて出せた。つまりこの今の時代にスズキにしかですね出せない車なんですよ、この本格オフローダーとしてのジムニーは。この奇跡をぜひ皆様にね分かっていただきたくて、最初にお話をさせていただきました。ということで、早速ね市場レポート行くんですけれども、ほとんどですね商品説明になると思います。それでも多分かなり長い動画になると思うんですけど、でその、商品説明ですね、4つのポイントに分けていきたいと思います。まず1つ、これがアクロ走破性能。そしてまず2つ目、動力性能ですね。で3つ目、パッケージングとユーティリティ。そして普段話しないんですけれども、4つ目にちょっとデザインの話をね触れようかなと思います。でですね、今からお話しする内容っていうのは、かなりマニアックな話です。普段使いでジムに乗る人にとってはほとんど関係ないかもしれない話になるんですけれども、このジムニーはですねもうプロの道具として、つまりこのジムニーでないとできない仕事があったり、このジムニーでないとできないことをするっていう人のために作った、そしてそういうコンセプトで作られた車であります。そのアクロ走破性能とかオフロード性能、そこにはもういわゆるジムニーにしかないところのプライドがありますので、その本物っていうものをですね所有する喜びっていうものをですね、ぜひそのライトユーザーの方にも感じていただきたいと思いますので、ぜひそこの部分もねしっかり話聞いていただければということで、まず、みんな気になるですね新設計ラダーフレームの話から。でこのラダーフレームはですねメンバー、X メンバーとかクロスメンバーっていうこれを追加して、ねじり合成をですね 1.5 倍にしております。で、それに伴いボディマウントも大型化して、で精神性にね優れたボディマウントゴムも新しく作りまして、確か上下に柔らかくで左右には硬くなってて、操縦安定性とねその乗り心地を、両立したボディマウントになります。で、アクロ走行中にですねやっぱりその前のジムニーのラダーフレームですとやっぱどうしてもねじれてしまうと、つまりタイヤがですね4輪全部設置してないことが多いわけですよ。その時によれちゃうと。じゃあ分かったと、その合成を高めてやろうってことでこの 1.5 倍にね高めたというふうに話を聞いておりますので、もうかなりガチガチのねこの新型のラダーフレームということになります。じゃあそのラダーフレームじゃなくてモノコックじゃジムに作れないのっていう声もね多分上がってくると思うんですよ。でこれはもうジムニストの方にとってはね愚問なんですけど、そこもね簡単にご説明しますと、モノコックボディっていうのはですね
ボディ全体で全てバランスをとって剛性を高めるような工夫になっているわけなんですよ。つまりそのボディのどこかにですねダメージがあってしまった場合、全てにですね影響が出てしまって、例えば直進しなくなったり、走行に支障をきたすわけです。つまりそうなると遠征先からですね乗って帰ってこれなくなるんですよ。それは極端な話、死ぬかもしれないっていう、そういう危険をはらむ、極端な話。ただラダーフレームだったらですね、その上のボディにいくらダメージが入ったとしても、大事なものは全部フレームでくっついてますんで、フレームが無事であればですね走って帰ってこれるんですよ。つまり生きって帰ってこれる。本格オフローダーの車がですねラダーフレームを採用しているっていうことは、これが理由なわけでありまして、つまり生きて帰ってこれるという性能は、もうモノコックはラダーフレームには絶対に及ばないというところから、このラダーフレームを継承しております。で次がですね、エンジン縦置きの FR レイアウト、そして、パートタイム4区を採用しているということで、このエンジンをですねやっぱ後方に置くことで車のオーバーハングを短くして、各種アングルを確保できるようになってます。このアングルの確保っていうのがもう厳しい凹凸を超えるのには絶対必要でして、このアングルがなかったら話にならないというところで、初代から一貫してそのパートタイム4区を採用するっていうのも、前輪後輪もしどっちかがスリップしたとしても駆動力がどっちか片方にね確保できて脱出性能が高いと。でセンターデフ式とかのねその複雑な補給類を必要としないことで、機械としての信頼性が高く、壊れてもメンテナンスしやすい、修理しやすいし、そもそも壊れにくいというそういうメリットもあってのパートタイム4ですね。でしかもこれが、皆様ファン歓喜の、トランスファーレバーの復活ということで、先代 JB23 後半はですねスイッチ式だったんですけど、やっぱりそのレバーで操作したいよとか、あとはノールックでね4区に入れたいよっていう声も多分あったと思うんで、レバーがね復活したということですけど、やっぱこう見た目にねトランスファーレバーがあるといいですよね。4区の車だなっていう気もしますし、やっぱテンションも上がるんで、これは嬉しいところかなと思います。でサスペンション形式いきますね。これが3リンクリジットサスペンション、つまりリジットサスということで、これはちょっと写真というか絵を出すんですけど、独立サスに比べてですね耐久力と、あとサスペンションストロークと、悪路での設置性にね優れたサスペンションになります。で大きな凹凸度ですがご覧の図のようにですね左右のサスが独立して動いちゃうと腹の下をヒットして走れなくなってしまう可能性があると。でリジットサスだとそのクリアランスが大きく取れますし、あと片方のタイヤが上がった場合もう片方のタイヤにグッと接地力が上がるので、より悪路での接地性が高いということで、この悪路へ、行く場合はこのリジットサスでないと考えられない。あとやはりその強固なね耐久力も相まってこのリジットサスでジムニーが踏襲して採用しているということになります。でここまでがですねそのジムニーの今までの歴代ジムニーを、保ってきた部分ではあるんですけれども、新しいですね電子制御技術が入っております。これがブレーキ LSD トラクションコントロールということで、これが全車標準なんですけれども、これをね簡単に説明しますと、例えば対角線のタイヤが滑っちゃった場合、これはいかなパートタイム4区であれといえど、もう構造上スリップしたタイヤにぐんぐん駆動力が伝わってしまって脱出不可能になってしまうということなんですが、この 4L のポジションにした場合、このスリップを検知したですね車輪、つまり滑ってるなというところの車輪に意図的にブレーキをかけることで、その逆側のね車輪でトルクを、確保すると、そして、脱出を容易にするというシステムになります。通常そういう時はですねLSD 普通のリミテッドスリップデフをつけたりして対応するんですけど、これをつけるとメンテナンス性であったりとか重量、あとはその何でしょう舗装路での走りとかもねいろんな制限がついちゃうんですけど、それを回避してなおかつ最大限悪路をね走破するっていうところで、このブレーキ LSD トラクションコントロールが新採用ということになってます。これがその最新のねジムニーの最新の脱出装置と言えるんじゃないかと思いますので、大きなポイントかなと。でそのブレーキの話がちょっと出たんで、ちょっとそのブレーキの印象のお話するんですけど、JB23 先代のねジムニーに比べてブレーキペダルのねストロークがちょっと短い感じがします。でブレーキのね効きもこう初動から非常に強くなってるなっていう感じがしますんで、
他の車から JB23 に乗った時に違和感を感じるポイントの大きなポイントがこのブレーキなんですけれども、あえてねその JB23 はそういうブレーキのセッティングになってると聞いたんですが、その違和感っていうものがぐっと減ると、より一般車っぽく使えるようにこのブレーキがねなってるっていう、そういうちょっと印象がありましたね。でまた一つ大きなトピックスが、ステアリングダンパーですね。これを標準装備にしたというところで、これもねジムニー乗りにとってはね非常にポピュラーなものだと思うんですけど、高速道路でねふらついたりとかセンターの落ち着きがねなかったりとかっていうことがあったり、あとは邪打がね出たりっていうのもジムニーの症状ではあるんですけれども、それをね解消するためだと思うんですが、このステアリングダンパーが標準でつきましたということで、高速走行時のねステアリングの触れとか、あと悪路走行のねこのステアリングのキックバックもこれで低減されているということなので、悪路ねガーって走った時にもう全然ステアリング触れないんですよ。うわこれすごいなっていう、もう安定して悪路走ってる時でもステアリングの操作を集中できると、握っていられるということで、このステアリングダンパーの標準装着が非常にね大きなポイントじゃないかなと思います。これもファンがね喜ぶところかなというところで、次はですね、動力性能のお話に行きたいと思います。で動力性能といえばやっぱりですね、その新型エンジンですね。今までの K6A に別れを告げて新型の R06A のエンジンに変わったというところになるんですけれども、K6A に比べてですね、この R06A はよりですね低回転で大きいトルクを、出せるような特性になっております。でトルクの数値上はですねカタログ見るとダウンしてるんですけれども、この R06A の特性上低回転でのねトルクがかなり高いので、やはりそれをトータルで見ると加速性能は向上しているということで、つまりオフロードでの乗りやすさとか、あと街中での使いやすさのその両方がですねより、使いやすくなっていると、そういうエンジン特性になっております。ただそのターボのですねトルクの出方がかなりJB23 と異なってまして、 JB23 ってぐーってこうグッと効くんですよね、ターボが。でそれに比べてこの R06A はすごい低回転からスムーズにスーッとリニアに上がっていきますんで、一瞬あれ加速ちょっと遅くなったのかなって思うんですけど、実際の加速性能は良くなってますんで、より自然な加速感が、あって、より乗用車っぽくその走りがねなったっていうところで、これは実際乗って体験していただければいいかなと思うんですけれども、違和感なく乗れると言いますか、そういうところかなと。でこの 4AT はロックアップがね追加になってなってますんで、よりねその走りダイレクト感がね高まってるんじゃないかなというところです。であと変更点としては前置きインタークーラーで冷却性能がね上がって、で今まであったボンネットフードの上のですねマルチもなくなって、空気抵抗が良くなったりとか、あとはその雪がねボンネットの上に積もった時に下ろしにくかったっていう声とかもあったと思うんですけど、それもね下ろしやすくなったということで、より実用的な形になっていると。で、フライホイールも、専用になって、これもアナウンスないんですけどおそらく重くなっていると思います。でそれによって、悪路走行時にねより有利にねトルク特性といいますか使いやすくなっているというところで、あとは、エンジンの、補給類ベルトカバーですね、樹脂製のベルトカバーの追加によって耐浸水性とか、あと飛び石のね対策ということでその追加になってます、ベルトカバーが。で、みんな気になるガソリンタンク、この容量が、40リッターと据え置きになって、これもねちょっと懸念してたんですけれども、減ったら嫌だなと、最近車新しくなるにつれてタンク減るんですけど、もうこの40リッターで一安心というところになります。で重量がですねだいたい先代に比べて、約40キロほどね、重くなってるんですけれども、これはもう新型車として出すにはどうしても避けて通れない衝突安全性の向上にほとんど使っているというところで、だからフレームとか腰下の部分で重量増がメインだというところで、あとは全車カーテンエアバッグがね標準になってますんで、そういう部分も相まって安全性を高めるための致し方なしというところではあるんですけど、実際走ってみるとその重量増のネガな部分はあんまり感じないですね。やっぱその R06A がパワフルで実際そのすごいスムーズな走りをするんで、正直ジムニーとは思えない走りでした。着座位置は高くて、そのボンネット見下ろす景色とかはもうジムニーのそれなんですけれども、振動とか騒音、こういったところを考えると、もちろんその
他の車に比べてね、もちろん車内に入ってくる音は大きいんですけど、振動とか騒音を見ると全然ジムニーとは思えないぐらいのレベルに達してます。なんか自動車としての安定感が非常に向上したなというそういう印象があります。で加速感もね全然申し分なくエブリワゴンと同等ぐらいかなっていうそういう印象でしたね。なのでもう走りに関してもあまり懸念するようなところはなくてですね、もう非常に結構乗用車っぽい高いレベルでこのジムになってるんじゃないかなというところで、これもぜひ乗って確認していただきたいところであるんですけれども、で、3番目のねパッケージングユーティリティに行きますが、これがですね、何よりですねやっぱり頭上の広さ、そしてそのゆとり、それと後席のですね居住性の改善、もうこれがすごいと、もうこの一言につきますね。正直ジムにこんなんでいいのって思うぐらいです。ヘッドクリアランスがですね確か、前と後ろの席で4から5センチほど広くなってまして、スクエアなねボディでさらにその広さが強調されているというところで、本当にジムにこんなに広いのみたいな、先代知ってる人からしてみればねもうびっくりするぐらいですよ。で後ろの席にも座ったんですけどですね、まともに座れます。これならね4人乗りで遠乗りもできますよ。それぐらい本当にこれはジムニーとして革命を起こした後ろの席でして、なんていうんですかね、仙台ジムニーはもう膝周り狭かったんですよね。で苦痛だったんですけど、もう普通に座れると、普通に座れる、ジムニーで普通に座れるっていうところがすごいですね。でチルトステアリングも標準で、今までね女性が運転姿勢取りづらかったんですよね。ハンドル近いわ、ペダル遠いわで、それが非常に女性でも運転姿勢が取りやすくなって、それもかなり向上したところでありまして、でシートはですね新設計で、シートフレームの幅がね広くなって、でウレタンも何ですか、専用チューニングというか、体圧分布とかもしっかりね考えてチューニングしてあるみたいなんで、これもね懸念してた他のいわゆる一般車と同じようにシート柔らかくなったら嫌だなジムニーなのにって思ってたんですよ。そしたらね硬いです。もうこれはね僕好み軽のシートにしてはね硬くて分かってんなって思いますね。で座り心地もいいんで、これなら悪路を走っててもしっかり安定して座れますし、長距離運転してもね全然乗れます。疲れないと思います。僕個人的にはもうちょっとサイドサポートがあってもいいかなと思ったんですけど、それでもジムニーのシートとして、ね、全然合格点じゃないかなと思います。で後席がねこれが倒してフルフラットにできるっていうのがもうこれもとても良くて、リアのクォータートリムがあるんですよ。でこれが前のジムニーとかものすごい出っ張ってね邪魔だったんですよね。でこれと連結できるんですよね、後ろのシートバッグ倒すと。でそれと連結してゴルフバッグが横に詰めるぐらいの広いねフラットなスペースができるようになってるんですよ。で後ろの席用のシートベルトのアンカーが外して収納できるんで、もう荷室をね最大限使い勝手がいいように作ってあるわけですよね。で防音ラゲッジフロアでプラスチックのね硬いプラスチックのフロアになってますし、これXL と XC だけなんですけど、これによってすごくね荷室が使いやすくなりました。で実際荷室を倒した状態でフルフラットにして寝てみたんですよ。寝れます。でしかもその荷室であぐらかいて座れます。ただ僕の身長が168センチなんで、その状態ですと結構ギリギリなんですけど、背面を倒さない状態でのフルフラットにした場合は後席のね座面に座ることになるんで、それはフラットボコボコはしてるんですけれども頭上の空間は広いんで、それをね車中泊とかするときは使い分けていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけど、これでね一人で例えば旅行に行って釣りとかねで現地で寝てでレジャーで十分使うっていう、そういう使い勝手がねできるんじゃないかなと思います。この中でやっぱ寝られるっていうのはね防犯上もいいですしポイント高いなって思いますんで、もうそれと荷室のフルフラット、もうこのね変更がもうこの新型ジムニーがぐっとね実用的で使いやすくなったなっていうポイントかなと思います。で、4つ目デザインなんですけど、これちょっと触れますけどね発売前からねかなりの高評価を得てたデザインなんですよ。で正直僕も好きなんですけど、これなんでこんな評価が高いんだろうって思っていろいろ考えたんですけど、
今まで散々いろんなところで語り尽くされてきた都市伝説みたいな、つまりですね、こう形はこの昔のままで中身最新のやつ作ってくんねえかなっていう、聞いたことありますよね、そういうセリフ。もうね、これをまさに字で言ってるんじゃないかな、この新型ジムニーがっていうふうに思ったわけですよ。もう本当にね、素晴らしいと思います。で、そのデザインのポイントを僕は2つ絞ってお話しするんですけど、まず1つ目がそのフロントグリルで、2つ目がサイドのデザインですね。で、このフロントグリルはもうすっごいマニアックな話するんですけど、こう歴代ジムニーね、20年のね集大成のグリルじゃないかなと思ってます。3世代ジムニーね、大きく分けて、このジムニーが4世代目なんで、3世代のね前のデザインをね全部オマージュして取り込んでると。例えばこの5スロットグリル、これが JB23 ですよね。で、この丸ヘッドランプの斜め上についてるこのウインカー、これはもう JA11 とか12かと22とかですよね。で、このグリルの縁の切り上がってる形は、それとあとグリルにね平行にセットされたヘッドランプ、つまりヘッドランプとグリルの面が面であるわけですよ。これが LJ10 の初代ジムニーのオマージュっていうところで、もうこのグリルに全てのジムニーの要素が入ってるわけですよ。まさにジムニーの完成形であるというね、大変マニアックな話なんですけど、僕はそう思ってます。で、あとサイドの造形なんですけど、これがもうまさにですね、僕はもうこのクォーターから見た形とかまさにもうザ鉄板だなと。もうシンプルで非常にタフなデザイン、そしてラインになってるなと。これぞもうデザインと実用性を兼ね備えた、もうジムニーらしい部分じゃないかなっていうのが、この僕はサイドのラインかなと思ってますね。で、他にもいろいろあるんですけど、ここがもうジムニーのジムニーたるところ、そして最大のポイントの部分かなと思ってます。で、あと内装でいくとメーター大きいんですよ、すごく。軽自動車の中で多分一番でかいんじゃないかな。これね、座ってみないと分かんないです。座ってみて前向いて初めて大きいって思うんですよ。で、あとセンタースイッチ、パワーウィンドウスイッチとかね、真ん中に動いたんですけど、このセンタースイッチも大きいんですよ。これは視認性と操作性をね重視した結果かなと。で、全車外気温計もちゃんとついてるんで、そういう実用性も兼ね備えていると。で、エアコンのですねパネルのどっかで見たんですけど、こう横にね羽がついてると、こんなデザインいらねえんだみたいなことを思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、これちゃんと意味ありますからね。これ僕はオートエアコンのこのダイヤル操作する時の指置きだと思ってます。つまりこう指を宙に浮いてる状態でダイヤル操作するんじゃなくて、ここに空いてる指を置いてダイヤルをねこう操作するための指置きだから、こう滑り止めみたいにギザギザになってるというところもありますんで、このエアコンパネルにも実用性をね重視してデザインしてあるというところで、あとはそのボディカラーですよね。ジャングルグリーンの素晴らしさ、もうこれは語るところではないです。かっこよさで XG にもね設定してあるというところがすごい。で、個人的には僕はミディアムグレーが好きなんですけど、なんて言うんでしょう、もう武骨な感じ、そして長年使ってサビが出てきてもそのサビが一番似合う色じゃないかなと、このミディアムグレーがと僕は思ってますんで。で、このミディアムグレーがですね新設定じゃない色なんですけど、これは実はアルト X のツートーンバックドアっていうのがあったんですけど、そのバックドアの色がミディアムグレーなんですよ。で、ようやくジムニーで日の目を見た色で、まさにジムニーのために取ってあったような色かなと思ってます。で、このジャングルグリーンと新色のキネティックイエローとミディアムグレー、これがもう三大男のソリッドカラーということになりますんで、その辺もねファンは嬉しいところじゃないかなと思ってますね。男らしいで、金額のね話はねしません。この値段で出してもらったってことはもう素直に僕は感謝と思ってます。で、なんでしょうね、内装一つとってもですよ、シボが専用であったりとかね、一眼レフみたいなでグラブバーを新しく作ってみたりで、エアコンのルーバーが専用品であったりとか、もうふんだんに専用部品専用設計を使いながら4駆でこの価格ですから、もうね金額にね不満なんてね僕はないですただほとんど不満はないんですけど、現時点ではないんですけど、例えばもう1個下のグレードがあってもいいかなと、受注生産にしてでもね面白かったかなっていうのが、例えばパワーウィンドウをねレギュレーター手回しにしたり、
ボディカラーももう白、シルバー、グリーン、グレーのみとかで、アンテナもスピーカーもなくして、その代わりねサイドミラーヒーターがついてたりとか、もう本気仕様のね受注生産の XA みたいな、いやグレード XA じゃなくて LJ ですね初代をリスペクトした LJ みたいな、そういうね受注生産のグレードがあっても面白いかなと思うんですけど、まあそういうちょっとね話をしてきましたけれども、まあフルモデルチェンジまでやっぱこのジムニーね検討してる方はいっぱいいると思うんですよ。でその方にお伝えしたいのが最後なんですけどいい時間になってきたんで、フルモデルチェンジまで20年かかりました。でこの先20年作り続けるかどうかって分かんないと思うんですけど、2038年ですよ。20年後もし2038年ですよフルモデルチェンジしたとして、絶対この仕様で出せませんから。ジムニーラダーフレームね、本格4駆立ち置き FR のパートタイム4駆で燃費が悪い、そんなジムニーはないです。つまり間違いなくこれが、まあ個人の意見ですけど、これがジムニーの最終形、最後のジムニーだと僕は思ってます。だから欲しい人、乗ってみたいなっていう人はこれしかないっていうのを、一車好きとして、僕はジムニストではないですけど、このジムニーが培ってきた歴史とか、そしてそれをリスペクトして、歴代をリスペクトして受け継ぐべきところは受け継いで進化してきたっていうところはもう称賛に値するし、このジムニーっていう車は特別な車だと思ってますんで、まあ、それだけこれだけ気合い入れて話してますけれども、これが最後のジムニーなんで、そこぜひ、ね、お見逃しなくというところと、あとはやっぱこのジムニーがあることで日本の軽自動車っていうものを世界に知らしめられるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、もちろん海外で売ってるのはジムニーシエラの方になるんですけど、これだけコンパクトなもので本格的なものを作れる技術があるから日本車ってすごいんだっていう、その世界に向けてのアピールできる車だと思うんですよ。そして世界で愛されてる車だから、その世界で第一線で活躍できる車に乗る存在感、そしてその満足感っていうものは僕は何にも代え難いものだなと思ってますんで、それを出せた、そしてこの形で出したスズキ、やっぱすごいなって思いますし、感謝。そしてそのジムに大事に乗れる人は羨ましいですけれども、乗れる人は大事に乗っていって感じて、楽しんでいってもらえたらなというところで、今回のね試乗レポートをさせていただきたいと思います。長々と話しましたが、ツイッターやっております。告知等はツイッターの方でさせてもらってます。で月1でですね生放送をしています。車談義というみんな参加していただいてね、友達と一緒にワイワイやる車の話するっていうコンセプトでやってますんで、ぜひそれもねチャンネル登録してもらったらリマインダーがいくと思いますんで、ぜひ参加していただければと思います。ということで、新型ジムニーねの、試乗レポートになりました。正直語りきれない部分もいっぱいあるんで、ちょっと今後もねできるだけ早くいくつか動画撮っていきたいなと思いますので、またねそういう一度よろしくお願いしますということで、試乗レポートを終わらせていただきたいと思います。では他の動画でまたお会いしましょう。それではさようなら。